3ヶ月の時にほぼ拘縮がなくなってまっすぐになっています。こういった細身の方に脂肪吸引をするというのはかなりメリットもあり、綺麗に作ることも可能です。脂肪吸引、東京メインで行っている森脇慎です。今回紹介する症例は18歳女性の二の腕脂肪吸引です。脂肪吸引は一般的に18歳以下の方は原則的に断るようにしています。今回は高校卒業してすぐの方で18歳の方の脂肪吸引の症例を紹介していこうと思います。術前からすでに細身の方で、この細身のところで気になる振袖のもたつき、また肩の張り出しをしっかりとって直線のラインを作りたいということで今回は希望してくれました。もともと細い方に脂肪吸引をすると脂肪を取るだけじゃなくてボディラインもより綺麗なラインに仕上げることができるので、こういった細身の方に脂肪吸引をするというのはかなりメリットもあり、綺麗に作ることも可能です。今回はこの方の1週間経過、1ヶ月経過、3ヶ月経過、6ヶ月経過をもとに二の腕脂肪吸引の一般的なダウンタイム経過、そしてビフォーアフターを紹介していきます。先ほど見せたようにこの方はもうビフォアでそもそも二の腕がかなり細いんですが、振袖のちょっとしたもたつきですね、ちょっと下がっている感じがわかるかなと思うんですが、ここをしっかりと直線ラインにして本当にまっすぐなラインを作っていくのを今回は行っていきます。こちら1週間の経過です。黄色みが出て腫れない出血が強く出ているのがわかるかなと思います。二の腕脂肪吸引を受けるときにダウンタイムで絶対に起こることとしては腫れない出血、痛み、拘縮、この4つに関しては絶対起こります。腫れない出血に関してはだいたい10日から2週間かけて消えていきます。この方1週間経過でこのように黄色みがあるのがわかると思いますが、この黄色みが徐々に薄くなっていって、遅くても2週間で改善するのが一般的な腫れない出血の経過ですね。その腫れない出血が引いた後にだんだん硬くなってくる拘縮という反応が起こってきます。その拘縮ですが1ヶ月がピークで3から6ヶ月で経過していくので、だいたい完成は3から6ヶ月後ということです。この方1週間でもすでに細さが実感できているのがわかるかなと思います。これに関してはかなりダウンタイムは個人差があるので、1週間で細さが実感できる人もいれば、むしろ1週間後は腫れて二の腕が太くなって脂肪吸引やって意味があるかなと不安になる方もいます。ただ1週間では腫れが強く出るので、発作を実感するのはまだ先というのはしっかりと分かった上で受けるのがいいかなと思います。この方のように1週間でもうすでに発作が出てくる方もいれば、むしろ腫れない出血が出て腕が太くなる方、様々なダウンタイム経過があるというので、今回は比較的ダウンタイムが少ない方の症例を紹介していきますが、今後も様々な症例を紹介していくので、実際にダウンタイムでかなり強く腫れない出血が出た方も紹介していこうと思います。次に1ヶ月後経過ですね。1ヶ月でかなり細身のまっすぐなラインができているのがわかるかなと思います。この方18歳というのもあって、かなり皮膚のたるみですね。そういうのもないので、完成形はかなり綺麗にできています。二の腕脂肪吸引だけでここの振袖ラインをまっすぐにすることもできる人はできるんですが、どうしてもこの脂肪がかなりついていて、長年ついた脂肪でずーっと皮膚が押され続けていると、皮膚がたるんでしまっている方もいます。どうしても二の腕脂肪吸引だけだと、ここの振袖ラインですね、まっすぐにするのは限界があるので、皮下脂肪を取る脂肪吸引と同時に皮膚のたるみを取るたるみ治療も併用して行うのをお勧めしていますね。たるみ治療の代表的なものといえば、最近ではインモードなどの高周波治療や、僕がよくやっているのは二の腕の糸リフトですね。糸リフト、解けた後後戻りするというのが原則なんですが、脂肪筋は先ほど言ったように拘縮という硬い反応が起こります。その時に糸リフトをしっかり入れてあげると、解けた後も結構たるみ感がロックされて、しっかりと癒着してくれるのを期待して行います。なので、解けた後もそういったたるみ効果が持続するという意味で、僕は二の腕脂肪吸引と一緒に糸リフトをよく使ってますね。そういった症例も今後上げていくので、ぜひ参考にしていってください。一度たるんだ皮膚はもう取り除かないと取れないというのが原則的なことです。そういった場合には二の腕の切開リフトなどを行ってたるんだ皮膚を除去するというのも一つです。欧米では結構主流なんですが、日本では傷跡の観点で行うのは稀です。本当にたるみが気になる方の場合は行うことがあります。この方の場合本当に18歳ということもあって、若くして受けるメリットとしては、皮膚のたるみが少ない状態で脂肪吸引をできるので、たるみがなくまっすぐなラインを作りやすいというのがありますね。なので脂肪吸引は18歳以下では行えませんが、原則的に20代前半とかで行うのは非常にいい考えの一つだと思います。例えば肘のところがボコボコしていたりとか、様々なところがボコボコして均一にならない場合もあります。この方は1ヶ月の時、実際この時は出ているんですが、すごい目立つというわけではなかったので、実際に写真を撮った時にこのような綺麗なまっすぐなラインがすでに出来上がっています。このように1週間後、1ヶ月後、綺麗なのは結構稀なこともあるので、ダウンタイムの一例として参考にしてもらえばいいと思います。次に3ヶ月後を見ていきます。1ヶ月後と比べて3ヶ月後も本当に変わらないですよね。そもそも1ヶ月後で綺麗な状態だったので、3ヶ月後ではさらにまっすぐ細いラインになっています。一般的に先ほど伝えたように、拘縮が収まるのが3から6ヶ月で、3ヶ月の時にほぼ拘縮がなくなってまっすぐになっています。本当に綺麗な振袖ラインができています。そして6ヶ月です。本当に綺麗な直線ラインができています。この方、実は僕のインスタグラムで一番保存数の多いビフォーアフターの症例の方なんですが、この方のようになりたいと言って、僕のところに二の腕脂肪吸引を
を希望してくれる方も多いです。ただし先ほど言ったように、この方、元々が細い、BMI もかなり低めで、さらに年齢も若いということで、皮膚のたるみも少ないという、とてもいい条件が揃った状態で脂肪吸引を受けたので、このように脂肪吸引だけで綺麗になっていますが、たるみがある方の場合とか、脂肪量が多く取れる場合っていうのは、脂肪吸引にプラスしてたるみ治療を併用する場合もあります。腕の筋肉などもこの方の場合は、かなりバランスのいい形でそこまでついてなくて、綺麗な筋肉のラインだったので、三角筋の盛り上がりが気になるなんていう方の場合は、脂肪吸引にボトックスなどを併用してあげると、皮下脂肪だけでなく筋肉量も落として腕全体に補足することが可能です。二の腕脂肪吸引で綺麗にするのではなくて、皮膚、筋肉、脂肪、骨、すべてを考慮して、どのような施術が最適かっていうのを決めるのはとても重要になってきますね。以上がこの方18歳の二の腕脂肪筋症例の術前1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の経過でした。この方は純脂肪で 490cc ほど取れているので、細身の方でペットボトル1本分ぐらいの脂肪を取り除くとかなり綺麗に洗練された二の腕ラインができているかなと思います。今後も症例の説明や実際に受けてくれたゲストの方のダウンタイムのリアルなど脂肪吸引や豊胸に関する動画を投稿していくので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。